にちは、ドクタごきげんよう、ドクター諸君。昨日公式発表した内容ですが、来週の20日に購買分更新を行います。具体的に言うと、F イータとクーラーの交換ができなくなり、代わりにブリーズと E さんがショップにご登場。もちろん値段は前の F イータ、とクーラーとは一緒です。この2人ですね。今日は、その2人の能力と簡単な運用法について簡単に紹介していきます。まず、ブリーズ。正2にするとめっちゃエロく、夜の仕事してそうに見えます。ステータスとしては、皆さんのオペレーターの平均レベル、だいたい正2のレベル50にして、ステータスを分析していきます。同じく3体治療できるフィリオプシスと比べると、HP が、フィリオプシスより200多く、攻撃が40少ない。防御と宝珠再生はほぼ一緒。配置コスト、潜在能力1の時同じく17です。素質は医療班保護というもので、スキル発動時、ヒラと補助全員に抵抗のバッフを与えます。このバフによってスタン、寒冷、峠質の影響時間が半分になります。とても地味な素質ですが、後日実装予定の6章に寒い環境と味方を凍結できる敵が多数出現するので、ある程度は使えます。スキルに関しては、両方レベル7の時、スキル1、収集両方は攻撃力プラス 100%、つまり700くらい。同時に治療できるターゲット数マイナス1。治療数を犠牲して攻撃力アップ。とてもわかりやすいスキルです。コストがあんま高くなく、持続時間も割と長いスキルです。だけど本来の治療できる量は 350×3 の1050ぐらいで、スキル発動したら 700×2 の1400になり、実質上攻撃力プラス 40% だけというスキルです。回転率が割と高いとはいえ、ヒーラーに求めているその治療効率がそんなに高くない。このスキルは文字通り、味方全員治療するんじゃなくて、できるだけ少人数のオペレーターの治療に専念すべきです。例えば前にタンク2名だけの治療を担当させてもらい、常にタンクの HP を安全に保ちます。はい、ポジション。生命の救済シールを慈しみ。スキル2、拡散療法は攻撃力プラス 190%、だいたい1000になり、同時に3体治療じゃなく、1つのオペレーターに、医療ボールを投げ、目標とその周りの、8マスにいる味方全員を治療という仕様になります。実質治療範囲が、4×3 から 5×4 になりますね。メインターゲット以外のオペレーターの治療の量がメインターゲットの半分。一番理想的な治療の量は1000足す 500×8 の5000。つまり前の5倍になります。倍率としてはとても強そうに見えるけど、実際その理想的なオペ配置はほぼないんです。まあそれでもできるだけ味方を集めれば量的には望ましいとは言えます。星5のヒーラーとしては合格です。まあヒーラーの合格ラインはフィリオプシスの存在でだいぶ上がったけどね。全体の評価としては、もちろんフィリオプシス、ナイチンゲールにはかなわないけど、もしこの2名のオペを持ってないドクターなら、ブリーズを育成するのは悪くない選択です。心配無用。ポジション。
次、E さん、星4のスペシャリスト。男キャラだからほぼ放置してます。特性はマンティコアと全く一緒。全体ステータスは凡人並みでしかないけど、そもそも彼に頼って敵を倒すとかはないんです。素質は攻撃の時 25% の確率で攻撃範囲内の敵を縛ることができます。スキル1、パッシブ能力。攻撃に命中した敵に1秒ごとに70のアースダメージを与える。この効果は4秒続き、しかも重複します。ダメージ種量はそんなに高くないけど、まあ、コツコツ敵を処理するタイプです。この声は泣いている。意志を堅固にするは規律。スキル2、攻撃力プラス 50%。素質の発動確率が 2.5 倍になる。元は 25% で発動したら 62.5% の確率で敵を3秒縛ります。割と微妙で絞らしやすいと思われるけど、特化3の場合3倍になります。つまり、75% だいぶ変わります。敵が E さんの攻撃範囲に、通り抜けるまで2回攻撃されると仮定したら、全部外す確率は16分の1だけですね。16分の1。このスキルを活かすために、できるだけ敵をずっと E さんの攻撃範囲に止めてもらうのがコツです。なので、よくに、一緒に使うオペレーターランキングは、まず1位、マンティコア。スキル1で敵全員のスピードを半減して、E さんのスキルで完全に動けなくなります。2位、エフィーターとショー。敵が E さんの攻撃範囲を通り抜けても、エフィーターのスキル2で無情に戻されます。今日もよろしくね。3位、アンジェリーナ。アンジェリーナの素質によって味方全員の攻撃スピードが上がるので、E さんのスキルの期待値も上がります。アンジェリーナはスキル3で、E さんの攻撃範囲内にいる複数の敵に減速効果を与えるため、E さんに攻撃される回数が増えます。本気で行くよ。4位、マゼラン。一人通すものスキル1によってアンジェリーナみたいに、敵を止める能力を持てるのでかなり有利。また E さんのスキルがクールダウンしている間、マゼランのスキル1を持って E さんがスキル再発動できるまで時間稼ぎしています。5位、レッド。複数の敵が E さんの攻撃範囲に入るとレッドのスキル2を使って止めます。6位、他にスタンまたは変則能力のオペレーター。こうやって敵を、攻撃範囲から出らせないままゆっくり倒す。または後方に配置される味方のために時間稼ぎとかの運用方法が多いです。今回の契約には E さんを中心にしたスペシャリスト補助は大活躍です。だけどこういうキャラはとてもスキルと頼るので、ドクター自身の戦力、素材を考慮して失礼しましょう。お花ちゃんたち、咲き誇れ。体が重く感じる。目の前真っ暗になってねえか。直を求め、銃の中にゴーを見出す。はい、新オペの紹介は大体こちらです。まだいろんな運用策も、たくさんあるけど、実践で戦略を考えて発見していくのが一番楽しいと思いますね。はい、ご視聴ありがとうございました。